いや、それはもう僕らの命が尽きるからってことよ。もう一回被爆者の生の声がね必要なんじゃないかなと。長崎の被爆者たちがアメリカへ。午後10時30分、病院で娘は39歳の短い生涯を閉じました。思いは届くのか。That is my last message. 原爆の記憶を抱えて生きる町、長崎。被爆から78年が経った2023年秋、被爆者たちが集まっていました。1ヶ月後に控えたアメリカへの訪問。そこで何をどう話すか。各地に足を運び、市民に直接原爆の恐ろしさを伝えます。核をなくすということを真剣に考えてほしいと思っているかを知りたいんですよね。発案した医師の友永正夫さん80歳。高齢化する被爆者たちにとってアメリカの市民と直接対話する最後の機会かもしれないと感じています。いや、それはもう僕らの命が尽きるからってことよ。もう今どんどん死んでるんだから、もう一回被爆者の声が、生の声がね必要なんじゃないかなと思うんですね。メンバーの一人、三田村静子さん82歳。3歳の頃、爆心地から約4キロの自宅で被爆しました。その時に限って白米のご飯だったんです。私も嬉しくてね、でも一緒に夢中になって食べよったの。ピカッと光って、その光がガラス越しに来て。三田村さんはこれまで4度がんを経験しました。長女の美和さんも30代でがんにかかり亡くなりました。放射線の影響だと考えています。三田村さんはそんな美和さんの話や自身の体験を紙芝居のスライドにして伝えるつもりです。放射線の影響の怖さというかな、78年になりますけど、いまだに私ばっかりじゃなくて長崎や広島の人たちみんな刻印されて、いまだに苦しんでいることを伝えようと思う。長崎が渡米するメンバーの中には21歳の大学生もいます。長崎出身で被爆3世の山口幸乃さん。被爆体験を語れる人が減る中、今までの運動とはやり方を変える必要があると考えています。戦争を経験していないし、核兵器を見たことも経験したこともないっていう中で、そのまま彼らのなんていうかストーリーを受け継いで、いわゆる継承するっていうことはもう不可能だと思っていて、確実に社会を変えるにはどうしたらいいか。国会議員に直接会って訴えたり、国際会議に出席したりと、新しい平和活動のアプローチを探っています。いよいよアメリカへ立つ日がやってきました。まだ発表の原稿を完成させてないんでね次の13時間が勝負なんで、寝れるかなと心配になって
核兵器の恐ろしさを伝える2週間の長い旅が始まります。よく寝られましたか？全然寝てなかったじゃないですか。いや、寝ましたよ。本当ですか？お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様でした。皆さん。はじめまして。お名前は。宮田さん。宮田さん。ここはノースカロライナ州ローリー。この旅ではアメリカの3都市を訪れます。最初の公園は小中学生などが通う学校です。被爆者 who survived the first year 友永さんは原爆の影響を医師の立場から説明します。ちょうどその時です。ピカそして三田村さんの紙芝居。被爆後4回もがんを経験したこと、娘の美和さんを若くしてがんで亡くしたこと、自身の体験を精一杯の言葉で伝えます。長崎から改めて世界にどこにも絶対二度と核兵器を使用させないということを世界の人たちに伝える責任があります。講演の後にはたくさんの手が挙がりました。And bringing us your stories. It is so moving, and it inspires me to continue the work of working for peace. So thank you. Thank you so much. Damage from the bomb that's still here today. 放射線の影響がどれくらい続いているのか、次の世代にも影響があるのか、子どもたちからたくさんの質問が出ました。In Nagasaki? Yeah. Oh, that's a great question. What moved most today's story? The last one was, I thought it was really powerful how she remembered what happened and she remembered being in that experience. I thought it was a great presentation and how it covered three very different perspectives on how it affected them as people and their family and their area of living, which made it a lot harder on them, obviously. And it's very devastating that I agree with that no one should ever use them again because it wipes so many people's lives out. この日は教会でも講演しました。One被爆者. Many people died in this situation, but later he developed. 被爆者の声に耳を傾けます。We all know about the serious situation, but I just want to give some comments about the civil society activity. 会場からはこんな声も。聞いてくださってありがとうございます。私は広島に連れてきました1年間ぐらい。そして
被爆者のことが私の心にすごいいつも感じて実は初めて被爆者と会ったこと今日。So my question is, right now, as normal Americans who are just kind of living our lives, normally, what can we do in our day-to-day lives to the cause in Nagasaki and Hiroshima and to promote the non-proliferation of nuclear weapons? Citizens must unite to express our real desire how to gain global security without nuclear weapons, without increasing military powers. That is the most important part. So thank you again so much for coming. Please come to Nagasaki. Yes, I'd love to. At that time of 隣人を愛するとかいろんな倫理的な連帯というのが可能だと思うんですよね。それを皆さんが共感したと思うんですよ。やっぱり核兵器はなくさないといけないとかね、そういう確信を持てたという意味ではないかなと思ったけどね。And thank you again for coming on this tour. 平和に行きましょう。平和に行きましょうね。Life and peace. 被爆地長崎から来たんですけど、本当に会えて嬉しかったです。いろんなことが分かってね、心が。Nice to meet you. Nice to meet you. 翌日、早朝に宿を立ち、公演先の公立高校へ。この日、ある異変が起きました。長崎の実家に来ていた際、私と夫の被爆者たちの声と思い、昨日の学校のようには届いていないようです。いやいや、お母さんよ、ほら、目を開けて、目を開けて、話してよ、みやらちゃん。もう一度でいいから、お母さんと呼んで。Any questions? 手を挙げる人は誰もいませんでした。この日は別の学校でも講演。宿に戻った頃にはすっかり夜でした。6時からやったね、朝食で6時半スタートで長いな長い一日だったんですが、メンバーの心に影を落とすのは質問が出なかった学校での出来事。マックはこの高校はシャイなんだよとか言ってたけど、いやそれだけじゃないねと思ったんだけど、交流が今回の対話と交流が目的なので、それがないとこれ
一回損したっていうかもったいないなっていうわざわざ来たのにこういうチャンスはもうそんなないのでなんとかせねばっていう感じになりましたよね。個別に聞きたかった人はいたみたい。ゆきのちゃんがちょっと通訳しながら三田村さんと喋ってるような子たちはいたから。三田村さんも結構疲れてたしね。三田村さん疲れとったっさ。足むくんだりとか昨日つったりとかさ、やっぱりハードやね。やっぱり自分の体験を喋るって紙芝居だけど辛いんですよ。っていうことも初めて分かったね。何回もやるから何回も何回も思い出すわけやから。娘のこととかね。結局ここに来てもう3回読んでるわけで。で1日2回はやっぱきつかとかもねって。そのつながりとかもちゃんと意識しながら滑らかにする作業が必要だなっていうのを思っていて、それをこうちゃんと見直す機会になりそうだっていうのをステージに座りながら感じてました。はい、はい、どうも。お疲れ様でした。ローリーでの集会は昨日で終了。明日からの移動に備え、今日は休養日です。サンタクロースみたい。サンタクロース。何が？何笑う？怖い。サンタクロースみたい。訪れたのは近くの市場。日本でいうと道の駅です。今さ誰てくれる人もいない。アメリカ好きですか？まあ好きといえば好きやし、ちょっと嫌な国やなと思えば嫌な国なとこもあって、なかなかこう割れますよね。アンビバレントっていうかね。まあそれがアメリカじゃないかなと思うけどね。行きましょうじゃあ。ね、お散歩しましょう。ちょっと寒いですね、やっぱりね。今日はローリーを立つ日。宿の外を散歩する三田村さんと山口さんの姿がありました。相部屋で過ごしていた2人、いつの間にかすっかり仲良しに。ローリーの街はやっぱりこんな綺麗な紅葉のあれがイメージがありますね。綺麗ですね。綺麗ね。日本と寒暖差が少ないからいろんな色の紅葉がね。紅葉があってね、赤が綺麗ですね、とっても。そうですね。もう本当こんなとこ日本。私日本って言ったら京都ぐらいの。嵐山ね。嵐山の。確かに。質問が出なかったあの高校での話。高校ね、最後にね質問はあんまりなかったけど最後に来てくれましたね。でもみんな思ってること一緒で感情に表しきれんかったね、と思います私。そうですね。もうちょっとせっかく長崎から被爆をこうほら語るには、やっぱりもう少し時間が欲しいな。着いてすぐステージに直接行って15分喋って終わりとかもあったから、そこなのかもしれないですね。中身がねやっぱり伝わったかなと思って、もうちょっと話しかけに行ったらいいかもしれないですね。いい思い出になるね。三田村さんを突き動かす力、それは若くして亡くなった娘美和さんの存在です。
私の場合はやっぱり子供を亡くしてるから、その情景が思い浮かべてね、それでやっぱりその通りのことを思い出すんです、いつも。で一緒ぐらいのお年の人にするっていうのはああと思って、ああ生きとったらこんなぐらいに年取ってるやろうねと思って、娘とのこんなにして遊んだりいろんなお話したりして、で娘と歩いてるの今日はね。光栄です。そういいやねって思う。いいやねじゃない。光栄です。ほんと娘と歩きよるのよ。私は娘に誓いました。命の続く限り戦争の愚かさ、残酷さ、平和の尊さ、放射線の人体に及ばず悪影響の恐ろしさを特に若い人たちに語り伝えていきます。そのためにこそ私は生かされているとさえ思っています。一行はシカゴ、そしてポートランドへ。メンバー最年少の山口さんが旅の後半の鍵を握ります。で、一回皆さんに日本語を話してから別の人が訳す。これは三田村さんだけじゃなくて井原さんも友永先生も宮田さんも同じなんですけど、それかだけども僕がどっちにしろ私たちがぶつかり合うそれぞれの思い。ちょうどその時です。ピカッと何かが光り、現場かもしれない。